はいどうも、ストックロックです。前回、このジグソーとトリマーのテーブル、こちらの本体を作っていったんですけれども、今回はジグソーテーブルの続きですね。ここにね、あえて最後に入れたレール、これの使い方なんかも今回ご説明できればと思ってますので、最後までご視聴よろしくお願いします。すいません、今回はですね、金の力に頼りました。というのはですね、ちょっと試したいことがありまして、どうしても使ってみたい、やってみたいなっていうことがありまして、作るというより組み立てる、そんな感じで進めていきたいと思います。で、使う材料なんですけれども、今回もね、いろいろね、ミスミさんで購入してます。で、一個一個まずここに並べますね。はい、ということでね、今こちらに並べましたけれども、これらを組み合わせて作っていきたいと思います。これの他にも使うんですけど、メインはこの部材となります。まずね、このフレーム、前にも使ったことある3センチ角のアルミフレームなんですけれども、これまずメインのこのスライドさせるフレームですね。これが1個で、もう1つこれですね。10センチ、正確には105ミリかな。今回ね、加工もしてもらってます。穴ぐらい自分で開けろって話なんですけど、この辺りも試してみたかったんですよ。水平方向と垂直方向っていうんですかね、こういう互い違いな感じで2箇所穴開けしてもらってます。これが上に乗っかる。で、次この長いの、これはね、何センチだったかな、20センチぐらいかな。で、こっちもね、加工してもらってます。これは片側にこっちタップ切ってもらってますね、真ん中に。これも自分でやれって話なんですけど、ミスミさんに加工、カット以外で頼んだことないんで、1箇所百何十円とかかかっちゃうんですけど、こういうタップとかはね、なんですけど、ちょっと今回頼んでみました。これがね、見えるかな、上に乗っかります。はい。と最後、一番短いの、これ8センチで頼んだのかな。こちら何も加工なしです。短いタイプ。これがメインの部材になります。で、これをうまく組み合わせていきたいと思います。早速ね、やっていきたいと思うんですけど、その前に一番最初にこの長いやつ、これレール通るように穴開けしなきゃなんないので、これは頼まなかったんですよ。これ測って頼むのめんどくさいなと思って、それなら開けちゃおうと思ったんで、まずこれを穴開けしていきたいと思います。いや、すごい雨ですね、外。雷もすごいんで、ちょっと音声拾っちゃうかもしれないぐらい強い雨が降ってるんですけど、雷の音とか雨の音とか拾ってしまったらすいません。まずレールの幅なんですが22センチ。そりゃそうですよね。真ん中のこの四角、前回20センチで作って、レールの幅が2センチだったかな。それの半々なんで22センチなので、22センチの間隔で穴を開ければいいということになりますね。これの位置が5センチ伸ばしたんだよな。ってことは両サイド 2.5 ずつ開くって感じで、よし。上で印をつけます。かな？よし。よし。はい、OK ですね。2箇所穴が開きましたんで、これで取り付けれるかな。なんですけど、またボルトナットがないので、それも作っていかなきゃなんないですね。取りませんけど、さっと作ります。取りませんよと言いつつ、ちょっと取っておこうかと思いまして。っていうのはね、ちょっと違うものも止めていこうかと思いまして、取ってみることにしました。これですね。4ミリのピンと、いつものスロットに入るタイプのナットなんですけど、ただM5 のサイズの、ボルト穴が開いたタイプのナットです。これにピンを差し込んで接着剤で固定します。よし、塗り終わったんでしばらく放置します。では無事に固まりましたんで、ちょっと早いかなと思うけど、大丈夫ですね。ピンの長さが2センチのものと 2.5 センチのもの2つ今回は作ってみました。で、これ今ベースになるわけで、次はこの105ミリのものを使用していきます。要はこれとこれを固定したい。これのね、固定の方法っていうのをね、今回試したいなと思って、ミスミさんに全部お願いしてみました。で、使うのは、はい、このセット。
これを使って接続してみようと思います。でやり方なんですけど、これをねまずくぼんでる方、最終的にネジで留めようと思ってるんですけど、ネジといってもねまた手回しじゃちょっと大変なので、こういう T 型の固定するものも購入しました。500円ぐらいだったかな。構造的にはですね、これと横に入る方、これがこう刺さって、で横からネジで固定するとちょうど斜めに切り込みが入ってますんで、ネジを回していくと、引っ張る力が働くわけですね。それで固定されると、そういった接続方法になります。でまずこれをここに通しちゃいます。でちょっとこっち側で回して固定しようと思ってるんで、このくぼみを外に向けます。でこっちの受けの方には先ほどのこの部品、これを差し込みます。そのために穴が開いてるんですね。これを差し込む。でこの状態でここにはめ込みます。はい、それであとはこいつを回して固定すると。したら動かなくなると。いいですね。全然使えそうです。なので緩めると動かせると。で任意の位置で固定をすると、そういった使用方法になります。なのでこんな感じで今回は組み立ててって終わってしまうんですけど、でねこの筒状のこの部品にね最初こういう芋ネジ入ってるんで、通常だとこれを回してね締め込める形にはなってますんで、ただいちいち六角でね回して調整するってなると大変かなと思ったので、今回はこのレバーを購入しました。で次はですね、もう一個の方、これを先に刺すか、刺して通して、はい、で固定すると。はい、もうちょい伸ばすか。こんな感じですね。間違った。これね向きあるんですよ。断面にねネジを切ってもらってるんですけど、これをねテーブルの内側ですね、実際刃のある方に向ける形になります。でこうと。で次はこのねネジ切ってある場所を使って接続していく方法なんですけど、今回こういう風に2種類接続方法を試してみようと思ってわざと変えました。でやり方はここにこういう部品をはめる。縦でもいいのかな。このネジをね回してレールに通して、ここに穴を開けて六角で固定する、そういうタイプになります。ただ今ちょっと合わせてみて思ったのが、この金属部品の分出っ張るね、ちょっとだけ金属の板分、ちょっと出っ張る感じになりますね。いいけどちょっと気になるな。最初にやった方がぴったり収まってただけに、いいか。なのでこれはちょっと最後に取り付けます。まずこの状態で本体に取り付けていきたいと思います。通してよし OK で、いつも通りね、いつものノブ使ってもいいんだけど、この急にメカメカしくなったのもあって普通に超ナットでとりあえず止めます。はい OK でこんな感じかな。よし、次はねこんな金具、これをね2本、これと、ローラーをね2つつけて刃を挟む形になるんですけど、こういう L 型の金具、こちらを使おうと思ってます。でイメージはこの2本にこれをつけて、でここにつける、でこれは上下に動かせるみたいなのを想定してます。でまず、ここにねローラー通すのに幅の調整このままではできませんので、ここをねサンダーで落としていきたいと思います。これまずちょっと外でやってきます。はい、今削ってきました。はい、こんな感じですね。ちょっと傷入っちゃったんですけど、いいかっていう感じです。ホームセンターにステンレスしか売ってなくてこれを買ったんですけど、これねステンレスだと結構きついです。グラインダーで削ったんですけど、普通の金属用の刃でね
削りましたが、切れるんだけどね。だけど、結構時間かかるんで、本当はステンレスじゃない方がいいですね。別に外で使うわけでもないので、ステンレスである意味が、全くないと思いますんで、もしステンレスじゃない部材のものがあれば、そっちの方がいいかなと思います。今ローラーをね、ここに取り付けるんですが、ボルトが動くようになれば OK ですので、穴同士をつないであげるって感じですね。今回この 13mm のローラーを買いましたんで、こう差し込んで、ここに取り付けると。はい、これが2つですね。2つ取り付く形になります。こんな感じですね。ボルト、ローラー、ワッシャーで、このステンレスの金具でワッシャーナットっていう感じで留めました。本当はね、スプリング入れた方がいいような気する、こっち側に。でもこのサイズのがないんだよな。理想はボルト、ローラー、ワッシャー、金具、ワッシャー、スプリングナットかな。僕の理想はね、本当はそれで止めたかったんだけど、ちょっと叶いませんでしたんで、また最後にね、使った部材ちゃんと載せますんで、なんとか見てみてください。よし、 OK。 次はこれをね、取り付けるわけなんですけど、今まではこういう先入れナットって言って、こう端からしか入れれないナットをいつも使ってたんですけど、今回はね、後入れナットっていうのを使います。これ今事前にくっつけましたけど、いつものこのレールに合うサイズで M5 のボルトが入る後入れナットというものです。でこれの優れた点は、後入れナットっていうぐらいだから分かると思うんですけど、後からでも取り付けできます。この横の状態で入れた後に回す。そうすると外れなくなる。これが後入れナットっていうものです。でこれをね、使う理由は最後にしょうもない理由があるんで分かると思います。ここにはめて、このスプリングワッシャー使えたな、さっき。おー、すごい、とんでもない雨ですね。なんだこの天気は。すいません、雨の音入っちゃってると思うんですけど。うわー、すごい。よし、できました。外なんか真っ白ですよ。うわー、すげえ。先に機能の説明をしてしまいます。まだね、終わってないけどね、今ここに刃があります。いろいろ可動部分を作ったんですけど、まずこれを緩めると、この縦の位置がこうですね。ちょっと適当に止めておいて、で次これを緩めると、これ自体が動きます。目いっぱいぐらい伸ばしておきましょうか。で次ここで最後の微調整、これを緩めて動かせると、そんな仕様にしております。でこの刃の位置に合わせるわけですね。なのでだいたいこことここをフリーにしてもらえれば、こんな感じかな。上から見てね、合わせて固定すると。これ今マックス下げてますけど、ジグソーの刃の長さに合わせてね、上げたりとか。今短いのついてますんで、このぐらいでいいのかな、きっと。とりあえずで固定すると、そんな感じの作りになってます。で後入れナットをつけた理由なんですけど、こっちはこれがつくので、こっち側から入れれなくなるよと。ナットがね、入れれないですね、これあるから。でこっち側から入れれるんだけど、ちょっと今回はもう一個ね、買ったものがあるんですよ。はい、キャップ。これでね、ちょっと角が危ないかなと思ったんで、はい、こんな感じで各所を蓋していこうかなと。軽くハンマーで叩くとすぐ入ります。この方が早いですね。こんな感じで、側面を保護するという感じにしました。で最後にこちらをつけて、こちらにもキャップをねつけまして、取り付けしていきたいと思います。でここは先ほどと違って、ボルトをね、この断面に、ネジ切ってもらったんですけど、今回は断面に挿入して、このボルトがちょうどここにはまると。で固定したい位置に外側から穴を開けておいて、こう六角になってるんですけど、六角で締め込む。でそんな感じの接続方法になってます。でなんで最後にこれをつけるかなんですけど、これ今はこっちにね刃向いて、こっち側からビューッと切る形なんですけど、もしかしたら
正面、このテーブルに対して正面から作業したい時もあるのかなと思いまして、これ20センチ角なんでね、真ん中はね向き変えれるんですよ。なので刃を手前側にジグソー回転させて、であとは今のこの出入りで刃の位置を調整すると。でその時にこの横位置、こいつね、このフレームの取り付け位置がなくなってしまうので、そのためにこいつをつけようと。今傾いてますけど。最後にね、これ今穴開けして、何ミリで穴開ければいいんだ。六角レンチが通ればいいので、5ミリサイズの六角で回す形なので、これが入ればいいですね。ちょっとカメラの位置変えるのめんどくさいんで、穴開けて戻ってきます。はい、今開けてきました。6ミリで開けました。多分入るでしょう。入りますね。真ん中じゃなくて、7ミリ寄せました。こっちに。理由はね、こっち向いた時に、なんて言うんだろう、なるべく位置をずらさなくていいように、これだけ取り外せば済むように、だいたい真ん中ぐらいに来るようにしました。要はね、これちょっと前出てるじゃないですか、 L 型にニョキンと。刃がこっちにあるんで、こっち側に刃があるんで前に飛び出てるわけなんですけど、これ向き変えた時にね、刃はど真ん中に来るわけなんですよ。今この20センチ角のど真ん中に刃が来てるように、これを向きを変えるとこっち側のど真ん中に来るわけなんですね。なのでちょっとずらして、ちょうどこれの真ん中ぐらいにこの金具が取り付くようにちょっとだけずらしてます。はい、こう入れて、こちら側からこれを回すと。なんかだけど固定が弱い気がするんだが、回るよこれ。ほらほら、この取り付け方法はあまり良くないのかな。なんか微妙なんですけど、正直。なんかこうやって調節できそうな感じですね。分かったぞ。あらあら、こう固定して、はい、最後にこの状態で増し締めする。なるほど。はい、できました。これでガッチリです。すごいコツいりますね。ちょっと手前、ちょっとここ直角合ってないようなちょっと手前で、六角で締めて、最後これごと回すみたいなでぴったり合わせるっていう。そうするとがっちり止まりました。一応これどうなのかな。あんまりこのね、止め方一番安いんですよ。これあんまり俺おすすめできないかな。いろいろ勉強になりましたね。よし、では軽く試運転してみます。ゆっくり。なんかパッと見ローラーが片方しか回転してませんね。ここのね、レールの意味なんですけど、ここにはですね、先ほど入れたピン入りのナットですね、これを使います。でこれをそのまま入れるというよりは、固定するものを先に入れた方がいいと思います。家にあるもので、以前私買ったものなんですけど、このナットのね、ここに六角の芋ネジがついていて、好きな場所で固定できるっていうナットが売ってます。もしくはいつも使ってるナットに、M6 でも M5 でもいいんですけど、芋ネジ入れてあげて、ここで回してあげれば、その任意の位置で固定ができるので、ここにまだメモリがないので、ちょっと想像ですいません。このメモリの位置をですね、刃からの距離にしておいて、で任意の位置にこの芋ネジを固定します。そしたらこれ動かなくなるので、次に板に 4mm の穴を開けます。これ今4mm のピン入れてますんで、どっちだ、こっちかな。 4mm の穴を開けます。でここに入れます。ポンと。ちょっと入れすぎたね。これぐらいちょっと浮かして、でこれを外側からレールに刺します。シャッと。これ回転ができるのでサークルカットができます。半円というか、ちょこっとだけ切ってみましょうか。この分だけやってみます。
はい、こんな感じでサークルカットできますんで、そのためにねつけました。ちょっと例としてはしょぼすぎるけどすいません、本当にねあまりねその手頃な木がない今その手頃な木を次のトリマーで使いたいっていうのがあって、すいません。本当はこれも何回に使えたんだけど、今使ってるジグソーがボッシュの 800PL だったかな。速度の調節機能がついてないんですよ。ですのでこれからスピードコントローラーを作っていこうかなと思います。はい、ということでね、ジグソーの方はほぼ完成なんですけれども、速度調整できないとか、あといちいち下に潜ってスイッチを押さなきゃいけないので、スピードコントローラーと、スイッチを兼用で作ろうかなと思ってます。で、以前ですね、動画内のコメント欄でスピードコントローラーちょっと紹介してもらったんですよ、視聴者さんに。で、それをね今回買ってみました。はい、こういうのAmazon ですごく安く売ってますよって教えていただいたので、実際ね今回購入先 Amazon ではないんですけど、他のねショッピングサイトでポイントがあったので、ちょっと割高だったんだけど本当はでもポイント消化で買いたいなと思って、そこから購入しました。意外と立派なヒートシンクがついてるんだなっていう印象なんですけど、はい、基板むき出しの製品ですということで、これをね使って作っていきたいと思います。で、材料なんですけど、家にあった延長コードこれ1個もこれ用に捨てようと思いまして使ってないんで、はい、あとこっちはね買ってきました。ちょうどいいんじゃないかなと思って、このパナソニックの、スイッチのケース、これとあと電材類ですね、これ固定するためのものです。枠ですね。あとコンセントと、あと普通のスイッチ、はいっていう感じなんで、すごく安い構成でまとめました。本当はねもうちょっとかっこいい感じで作ろうかなと思ったんだけど、使うものがこれだしねいいでしょうってことで、それだったら最初から高いの買えよって話になっちゃうんで。で、一番の問題はですね、これが収まるかっていうのが一番心配してまして、大きさですね。いや、このテープべったり貼るのマジやめてくれ、思いませんか？本当にこの剥がれないテープ、まずこいつをどこに収めるかだね。こう出してやるかこう出してやるか、ちょっと迷うところですね。はい、今ねだいぶ悩みました。というのは入らないんですよ、どうあがいても。いや、1個だけね打開策は見つけたんだけど、このプレートじゃちょっと厳しい。こういう感じで使いたいんですよね。なのでプレートは後で買うとして、なんとかこれで進めてみましょうか、使えるか。で、作戦はねこれ縦だね。ここ穴開けてちょっと中削って、まずスイッチのノブを出す。でこれを寄せた状態でこいつを上に乗っける。このヒートシンクがねやっぱり厄介ですね。ヒートシンク出っ張ってるんで、これがどうしても当たっちゃうっていう感じがあるんですよね。とりあえずそんな高いものでもないので、このケースもねこれでちょっとどうなるかやってみたいと思います。ということで、まずこれ穴の位置を合わせて開けてみようかな。ちょっと適当に開けてみましたが、合ってんのかな。だいたい合ってたっぽい。合ってたっぽいけどちょっときついな、穴が。ちょっと広げましょうか。はい、なんとか苦労の末無事埋め込み完了です。結構中削りましたね。でこれだと入ると思うんすよね。はい、ギリこんな感じで収まるんですけど、このプレートがこれじゃダメっていう。やっぱり気に入らなかったんですぐ買ってきました。これまずこのね隙間を埋める、ブランク部分につけるキャップですね。いやー、このシール、いやすげえシールが気に食わねえ。はい、こういうの、これをここにはめます。よいしょ、パチンと。はい、この状態で、はい、こうですね。はい、こういう感じにします。よし、あとは配線ですね。でこのコードを切ったやつですね、
こっちの方いらないんで切っちゃいましたけど、これをつないでいくのとちょっと配線足りないんで、これ切って使ってもいいんですけど、新しく組む部分には普通にこういうケーブルをね、中に組み込んでいきたいと思います。下に4箇所ネジみたいのあるんですけど、ここに実際に線を接続する形になります。で、左側の2つがインって書いてるんですけど、入力側ですね。で、右側の2つが出力側になるのかなと思います。で、交流電源なんで、多分極性はないんじゃないかなと思いますんで、どっちにつないでも、両方つなぐことになるんですけど、やってみます。じゃあまずこれを、配線通す穴ねえな、そういえば。こっちから通すか。ちょっと穴開けますね、ここに。逆側。さっきのと逆側に穴が開きました。こういうグロメットがあったので、ちょっとはめ込んでみます。ちょっとなんか微妙だけど、はい。こんな感じで、これで角に配線が当たらないんで、ほぼできるかと思います。で、これを通す。次はつないでいくわけなんですけど、これつなぐときにですね、今回より線を使いますんで、これだとね、棒端子用の交流 100V のこのスイッチには使えませんので、この棒型の端子ですね、こういうの、これに変換して差し込むっていう形にします。まずこの先端を剥いでいきましょうか。こんな感じで半分にカットしました。よし、これも切りました。これを分離します。このね、中の線だけ使えます。スピードコントローラーの本体、ここのネジを外して止めていくんですけど、こういう端子を使うと一番楽かなと思います。この丸型の圧着端子ですね。使い方なんですけど、被覆を向いてあげて、この圧着端子を差し込んで、この状態で圧着してあげると、そういう使い方になります。で、このサイズだとちょうどこのネジこう入りますんで、これで留めてきます。はい、これが圧着後の状態ですね。1箇所ですけど完成したところですね。ネジを締め込んで、さっきの輪っかを固定して、あとこの熱伸縮チューブを通しておいて、一応この端子部分を絶縁してます。こんな感じで全部つなげていこうかなと思ってます。はい、今ね、あらかた配線が終わりました。配線というか端子の加工ですね。これが電源コードですね。電源コードを先に挿しておいて、今これからスイッチと、コンセントに接続するところです。で、このスイッチとコンセントに接続する、部品は棒型の端子を使用してます。で、これをね、ここに差し込む感じですね。あとは、この1箇所切れてる、ここ切れてるところは、スイッチをつないで、あとこっちはコンセントをつなぐ。こんな感じです。あとね、この端子の加工はあんまり時間かからないんですけど、ケースの方にノンスリップシート余ってましたんで、前使ったやつですね。ドリルの時に。ゴムのシートです。それを引きました。というのはこれちょっと後ろいろいろ穴開いてたんで、基板入れるのにね、絶縁したいのにどうなんだろうって思うところがありまして、絶縁はしっかりしないとマジで危ないんで、ここにね、ノンスリップシートを引き込みました。これで中に異物が入ることもないし、プラスチックとゴムで絶縁もされてていいのかなと思いまして、今これを貼りました。こっちの方が時間かかったかな。で、これ貼った分ちょっと厚み増しちゃったんで、この実際スイッチのこのダイヤル回す部分の穴もね、ちょっと上に拡張しなければいけなくなっちゃったりして、ちょっと時間かかりました。ということで、あとは組んで動作テストですね。なかなかね、スペースがきついんで、あまりこのケースおすすめしないかな。これだったらはっきり言って普通に木の箱を作った方が良かったかもしれん。結構きついんですよ、このスペースが。めちゃくちゃ厳しい、マジで。こんな感じになるかな。よし、大丈夫ですね。よし、それではまりましたんで、これに差し込んでいきます。ちゃんと、よいしょ。ちょっと長かったかな。配線収まるスペースがこっち側にあるんで、最後押し込む感じになっちゃいますけど、よいしょ。これを収めてこうか。よし。大丈夫かな。大丈夫じゃねえな。マジギリギリ。こうだな。ある意味
これ以上のコンパクトはないかもしれないぐらいギチギチですね。よし OK。 はい、なんとか収まりました。これにカバーをつけて、よし、あとはキャップをつけると一応完成で、このコンセントは普通につないで、ここは電動工具をつなぐと、これでうまく動くはずです。ちょっとジグソーつけてるんで、ジグソーにつないでみましょうか。それではジグソーの、コンセントを挿します。でスイッチをオンにします。いけますね。ただね、ちょっと今このダイヤルの幅がね微妙かなっていう感じなんで、これ調整しなきゃダメなんじゃないかな。なんか調整の幅が狭いというか、もう一回開けます。ちょっと気に食わない。多分ここ調整の部分だと思うんで、ちょっと試してみますね。よいしょ、オンにして、よし OK。 このね端っこに青い部品あるんですよ。見えるかな、ギリギリ。この青い部品の先っぽにね、金属のちょっとマイナスが刺さり込むのがあるんですけど、これをね右回しにしていくと、どうやら出力がどんどん低くても上がっていくというか、今目いっぱい左絞った時にねギリギリ動くぐらいで調整しました。スイッチオン。一応とろ火もできるよっていう感じです。よし。で実際にオフにするときはスイッチをオフにすると、はい、こういう使い方になります。最後にもう一つね買ったものがありまして、これです。ボッシュの T344DP ってやつですね。ジグソーのブレードです。長いやつ。せっかくこれ作ったのに長いやつなかったらちょっと寂しいなと思ったんで、このタイプを買ってみました。チャキン。はい、いい感じの黒いブレードですね。で早速取り替えてみたいと思います。はい、でこいつ刺していきます。どっか行っててもらいましょう。はい、これでよいしょ。ちょっと刃が厚いんで入んないですね。ここも変えなきゃなんないのか。いい感じじゃないでしょうか。これでかなり高さのあるものもカットできるかなと思いますんで、結構楽しいんじゃないですかね。だけどこれギリギリまで下げてあげた方が結構バタつくので、材がここで押さえてあげた方がうまくいくとは思います。はい、それではね試し切りしてみたいと思います。ちょっと僕の影になっちゃいますけどご了承ください。角度的に難しいんですよね。試しに切ってみたいと思います。ということで最初直線どこ切ったっけ直線切ったり最後曲線切ったりしてみたんですけど、切り口もしっかりしてますんで全然問題ないかなと思います。すごく楽しいですね。でやっぱりこうやってスピコン作りましたけど、すごくスイッチのオンオフだったり、あとスピードの調整できるようになってますんで、すごく作業がしやすいですね。今までだといちいち下に潜ってジグソーのオンオフをしなきゃいけなかったんですけど、ここでワンタッチでねっていう風に
スイッチがつきましたんで、これ次のトリマーつけた時もね、もちろん使っていきたいと思っています。その他の電動工具にも使えますんで、例えばドリルですとか、何でも使えますんで、かなりおすすめですね。本当に紹介してもらってありがたいなって思います。これだったら量産できますね。で、ここまで作り込まなくても、スピード調整だけであれば、普通に線だけ繋いで適当なボックスに入れてあげると。それでできると思いますんで、それだけだと本当に何百円でできちゃうんじゃないかなって思います。で、もし壊れたとしても、安いメイン基板を交換してあげればいいだけなので、壊れても痛くもないというか、非常におすすめできると思います。はい。ということで、今回はジグソーテーブルの方を完成させました。完成させましたと言ってもね、ほとんど組み立てただけっていうね、ちょっとズルしましたね。 DIY ではないような気はするんですけれども、こういうね、アイデアもあるよっていうことで、結果的にはかっこよくて、やっぱりアルミが入るとちょっと見た目が引き締まって見えるので、見た目的にも良くなったのかなと思います。で、金額はちょっと本体よりかかってしまったけれども、個人的に勉強にもなったし、見た目も良くなったし、機能的にも満足しているので、いいものができたんじゃないかなと思います。同じものを発注していただくと同じものができると思いますんで、これこそなので型番なんかはね、また全部こちらの方に表示させますので、みすみさんのホームページで買ったものを、型番入れてもらっても出ると思うんですけど、それか商品名ですね、一応両方こちらの方にまとめておこうかなと思いますんで、参考にしてみてください。あとこちらの方はね、Amazon のリンクは貼っておきますので、そちらを購入していただいて、あと配線なんかは自己責任でやってみてください。で、次回なんですけれども、トリマーのテーブルをフェンスを作って完成させていきたいと思いますんで、次の動画も見て最後までコンプリートしていただければ非常に嬉しく思います。今回の動画を見て楽しかった、また参考になった方はぜひともチャンネル登録と高評価いただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。